根本的な歓喜というか幸せというかいうものをつかむには、ここの問題からは避けられないという。いやこれは大事なとこって言われてもしょうがないぐらい大事なとこですね。まあ今までとはね、うんちょっと毛色の違うような感じの内容でございます。これが二郎本でございますからね。なかなかパンチのあるそうですね章ですね。じゃあ今回小本。ようやく来ました。はい。如来二郎本第16。あ、みんなが毎日言うてるとこですね。そうですね。うん。法華経の一番大事なところと、法華経が一番伝えたいところと、てか仏教が伝えたいこととっていうことで、じゃあもう最初からここから学べばいいじゃんっていうことでいきなり学んじゃった会員さんがいるんですね。ほう。知り合いで。ほうほう。でいきなり二郎本を学ぶなんかそういう会みたいなことをやりだしたらしいんだけど、結局意味わかんねえってなって退店しちゃったというなるほど。準備運動が足らなかったと。退店しちゃったんですよ。もう本当にもったいないなと思って。退店までしちゃった。如来二郎本ね、おめえんですよ。ほう。おめえですよ。もう本当に心を我慢しっかり持たないと、下手したらだから病んじゃうかもしれないしとかいうことで、そういうのを嫌になって退店しちゃう、不信が生まれやすいというね、だからいきなり今から十両本学ぼうとしてる人がいるんであれば、即刻ブラウザ戻して、一番最初から見てください。それは動画の再生数を回すための策略ですかね。策略でもあるかもしれないまあとにかく退店する可能性があるんでとても危険なんですね。なので一番最初から見てください。めちゃくちゃ時間かかるけど、もう現に僕もめちゃめちゃ時間かかってやっとここです。やっとメインですもんね。何本動画出したよってね。ようやくこれ耐えられる力がついたと。山本君もメインディッシュ到達するまでどれだけかかったっていうね。やっぱそれだけ大変なんですね。そうか、退店しちゃうぐらいパンチのあるショーなんですね。そうです。僕一周回って帰ってきたんで大丈夫です。そうね一回退店してるからねまあそんな内容ですね。そんな心構えで入っていきましょうよ。ではいきます。如来寿量本第16章。生きて生き抜くのが寿量本の心。世界的に生と死の探求が始まった。斉藤、最近死への準備教育デスエデュケーションが極めて強い注目を集めています。例えば、あなたはあと半年間しか生きられないと仮定して、その半年に何をしますかという課題を出して考えさせるのです。また、人生であなたが大切にしているものを順番に3つ書いてくださいとか、死を考える中で生を見つめ直していくわけです。遠藤、ヨーロッパ、アメリカでは死への準備教育を学校で行っているところも多いようです。小学生向けのプログラムもあるそうです。日本でもかつてない高齢化社会を迎えて、老いや死の問題に光が当てられるようになりました。しかしまだまだ自分の問題として深く考えている人は少ないのではないかと思います。池田、人生何が確実かといっていつかは必ず死ぬことほど確実なことはない。他の全てが不確かで変化している時代にあって、これだけは永遠に確かな事実です。それなのに一番確実な死から人間は目をそらそうとする。確かに太陽と死は直視できないかもしれないが、確かな長時間を持たない人生は根なし草のようなものです。そのままでは確かな人生を歩むこともできないのは当然でしょう。死から目をそらすことは本当の自分から目をそらすことに通じると思います。今、自分の前世を知りたがる若者が増えています。ある精神科医によると、それは自分は何者なのかというルーツを現在の自分に見出せず、過去の自分に求めているからではないかというのです。池田、そうかもしれない。表面的に見ると一時の流行のようにも思えるが、根底には確かな拠り所を求める心のうめきがあるのではないだろうか。現代の文明は死をタブー視する、触れてはならないものと見る文明と言われてきた。しかし死への準備教育といい、今世界的には急速にそれが変わりつつある。人々は確かな長時間を懸命になって求めている。私は生命探求への熱い鼓動を感じます。ということでね、死と真正面から向き合う章になっておりますね。もういきなり重たいやん。だから重たいんですねそして面白いですね。小学校アメリカヨーロッパでは
死への準備教育をやってるんですね。小学生向けのプログラムもあると。ねえ、進んでますね。やってんのかな日本って。僕は受けた記憶がないですけど、今の現代の道徳的な教育でそういうのやってんのかな、知らんけどね。死を皆さんは必ず死にますっていう話をするっていうのは勇気のいることだよね、小学生とかに。そうだけど怖くなっちゃうよ。だけどって思っちゃうよね。でもだからなんだよね。確かに、死ぬからどう生きようかっていう話をするのが、しないといけないというか、向き合うというかね、現実と。それは子供一人だけだとやっぱ怖くて考えれないし、現実逃避するしかないというか、死と本当に向き合った時ってやみませんでした？中学生ぐらいかな。そうですね。僕はわりかし親族、おじいちゃんが亡くなるのがすごい結構大きくなってからだったんで、それこそその死っていうものに関してあんまり触れてこなかったところでドーンっていきなり来たんで、いろいろもうそれこそ今ガネル先生言ったみたいにちょっとやみましたね。そうなんですよね。やみくもにここに足踏み込もうとすると、やっぱ下手すると病んじゃうんですよね。でも現実だから向き合わないといけないんですよ。それをバランスよくどうやって踏み込んでいけるかってところで、法華経の知恵は本当にうまいことできてるんですよ。そういった意味で。なんで勉強しとかんかったんやろね。いや実際自分のね目の前に亡骸がこうあって、自分の親父がもう泣き崩れてる姿を見る息子、もうなんて声かけていいかもわからないし、自分もこうなるのかって思ったら言葉にできなかったですもんね。リスナーの方も皆さんね経験されてることだと思います。身内の方が亡くなったりとかね、あんまり考えたくはないようなことかもしれないですけど、そのリアルな感覚っていうものを持ったまま先進んでいった方が入ってくると思いますし、ためになってくると思いますので、そこを踏まえて進んでいきましょうと。老いも若きも生死を学ぶ仏法運動。須田、まさに生命の世紀、21世紀への助走が始まった感があります。池田、生と死を学ぶという意味で創価学会の共学運動は時代を先取りしてきたと言ってよいでしょう。斉藤、学会は老いも若きも日常的に仏法の小時間を勉強してきました。例えば昨年1996年の教授登用論文試験に挑戦された80歳のおばあちゃんの話を聞きました。選んだテーマは生死についての一考察。この方がしみじみ語っていたそうです。今までこんなに勉強したことはありません。仏法の三世の生命観を真剣に学んでいるうちに死ぬということが怖くなくなってきたんですと。こうやって学んでいる事実がすごいことですね。池田、その通りです。学ぶことです。それは哲学を学ぶだけに限らない。人々の現実の死の姿からも学ばなければならない。なぜなら亡くなった人々は誰であれ死を経験したという点で人生の先輩にあたるからです。たとえそれが年下であっても子供であっても先輩です。自分は勝ったと誇れる人生。遠藤、そういえば白血病で亡くなった9歳の少年のこんな話があります。末期患者のカウンセリングや臨死体験の研究で有名なキューブラーロス女子が紹介している話です。彼、ジェフィーは3歳の時から入退院を繰り返し、体は弱りきっていました。あと 2,3 週間の命であることがロス女子には分かりました。ある日、絶対に今日家に帰りたいとジェフィーが言い出します。これは事態が非常に差し迫っているというメッセージでした。ロス女子は心配する両親を説得し、車で帰宅させることにしました。ガレージに入り、車から降りると、ジェフィーは父親に頼みました。僕の自転車を壁から下ろして。それは3年前に父が買ってくれた新品の自転車でした。一生に一度でいいから自転車で近所を走り回りたい。それがジェフィーの夢だったのです。ふらふらとして立っているのがやっとのジェフィーでした。自転車に補助輪をつけてもらうと、ロス女子に言いました。ここに来てママを押さえていて、お母さんが止めに入らないようにするためです。言われた通り、ロス女子が母親を押さえ、父親がロス女子を抑えました。そしてジェフィーは近所へ自転車の旅に出発します。
大人3人は互いの体を抑え合いながら感じていました。死が間近に迫った弱々しい子供が転んで怪我をして血を流す危険を冒してまでも勝利を味わおうとするのを黙って見守ることがいかに難しいかを、ジェフィーを待っている時間は永遠のように感じられました。須田、無事に戻ってこられたのですか？遠藤、はい、こう書かれています。彼は満面に誇りをたたえて帰ってきました。顔中が輝いていて、まるでオリンピックで金メダルを取った選手みたいでした。1週間後、ジェフィーは亡くなります。さらにその1週間後、誕生日を迎えた弟が教えてくれました。実はあの後、ジェフィーは両親に内緒で弟にプレゼントを渡していたのです。一番大事な自転車を直接プレゼントしたい。待つことはできない。その時には自分はもう生きていないだろうからと。彼は自分のやり残した仕事をやり遂げたのです。両親はもちろん嘆き悲しみました。でもそれは重荷としての負担ではありませんでした。彼らの胸にはジェフィーが自転車で近所を回り、人生最大の勝利に顔を輝かせて帰ってきたという思い出が残りました。ロス女子は言います。すべての人には目的がある。それを患者たちとの触れ合いの中で学んだと。彼らはただ助けられるだけの存在ではない。生命についての大切な何かを教えてくれる先生にもなるのだと。池田、いい話だね。少年は勝って亡くなったのだね。吉田松陰だったと思うが、10歳で死ぬ人にも10歳の中に春夏秋冬の四季がある。20歳で死ぬ人にも20歳の四季がある。30歳、50歳、100歳で死ぬ人にもそれぞれの四季があると言っている。彼は信念を貫いて満29歳で処刑されたが、こういう小時間に立っていささかも動じなかったという。要は、なすべきことをなして死ねるかどうか。自分は勝ったと誇りを持って死ねるかどうか。死を学ぶことは人生をどう生きるかを学ぶことなのです。フランスの哲学者アランは哲学の宿題にこんな問題を出した。今にも欄干を乗り越えて飛び込み自殺をしようとしている若い女性がいる。彼女を引き戻してどんな対話をするか。生きるか死ぬかという瀬戸際に人間として何を語れるのか。そこに真の哲学がある。これは特殊な極限状態の問いのようだが、実はそうではない。人は何のために生きるのかという問いはいつでもどこでも誰にでも問われている根本問題なのです。すごいいい話ですよね。いい話だけど、本当重たいね。この話は心に残ってますね。なるほど。すべては先生になり得るのだと。この子がどういう思いでね、自転車で近所に旅に行きたいっていうふうに思ってそれを実現したか、そして弟に自分の自転車をプレゼントしたどんな気持ちでっていうね、そこにこう発想を広げていくっていうかね、いうことが学ぶことじゃないのかなって思うんですよ。そういうことですよね。何を学べるか、何を感じて何を学ぼうとするか。先生になりうるかっていうのはこちらの気持ちの問題っていうのもありますから、先生たるべきですからね。そうね。だから学ぼうとする姿勢をすることで、このジェフィーは先生になるんだと。さあ、人は何のために生きるのかという問いは誰にも問われている根本問題。ここと向き合わない限りは根なし草のような人生になっちゃうと。そりゃそうですよね。どんだけ楽しそうにしてても、こういう話題になった時に暗くなっちゃうとかね、それじゃあふわふわ浮いてるその場だけの歓喜でしかないと、ここの問題と絶対に向き合わないといけないんですよってことですね。人は生きるんであれば。そうですね。で、根本的な歓喜というか幸せというかいうものをつかむには、ここの問題からは避けられないという。ある意味ゴールですもんね、人生としての。その今現実の物質的肉体を持つゴールですもんね、死って。そうですね、ゴールという捉え方もありますね。なんか死から生を見るって言いますけど、そう単純なことじゃなくてね。いや、これは単純に語るって難しいんじゃないですか。頭ではわかるけどね、これをガチンコで向かい合おうじゃないかと、喜びさんで戦っていこうじゃないかと。そうですね。戦うっていうのも確かにそうですけど、
なんつうんですかね、しっかりこう言語化して一つずつ落とし込んでいくっていうことが大事なんじゃないですかね、結構ふわっとしちゃってる部分もあるし、最初ね冒頭にもありましたけど、学ぶっていうことしないじゃないですか、あんまり。だからみんな意外とそういう学びをしてないし、体感はした人はいるかもしれないけど、ちゃんとこう自分の中で落とし込んでるって人ってどれだけいるんだろうっていうのも思いますしね。いや、これは大事なとこって言われてもしょうがないぐらい大事なとこですね。でもこれが一番最初に来てごらんなさい。法華経の第一だったらね、もう法華経を学ぶのやめようってなっちゃうわけですよ。ちょっと辛いね。なんで釈尊が16番目に置いたのかっていうことを話す順番として、教える順番として16番目に置いたのかってことを考えないといけない。だからいきなり呪労本に行こうとしちゃダメなんだってことですよ。そういうことね。その退店してしまった会員の人は、法華経を第一として呪労本学んじゃったみたいな感じだから、それはダメだよね。受け止めるベースがないとこれはパンクしますぜ。この動画の冒頭で退店までしちゃったかって言っとったけど、その気持ちもわかるでしょ。なんか全然今ここのところだけ読んだだけで。だって今まで自分がこうやって学んで動画でこうね、ガーネル先生と学んできたっていうベースがなかった上でここいきなり入ったらって考えたらね、もう精神的に逃げたくなっちゃうでしょ。もうごちそうさまですってなっちゃうよ、この空気でずっと行くのみたいな感じでちょっと体力ないわってなっちゃうでしょ。ちょっとしんどいでこれ。そりゃそうだわ。今でさえ結構ね、ギリいけてる、ギリって感じだと思うけど、ずーん来るよ。もうちょっと行きましょう。はい。他人の死から自分の死へ。須田。はい。ある精神科医が自殺未遂の青年にどうして自殺をしたのかと聞いたそうです。すると即座に先生はどうして生きているのですかと切り返されて、言葉に窮したと綴っています。これには参った。死ぬことと生きることとは反対のことのように見えて表裏一体のものである。相手に死んではいけないと言える人は自分の生き様、生きていることの意義をはっきりと答えることのできる人なのであると。斉藤、確かに難しいのは生と死を自分の問題として考えることですね。どんなにとうとうと人生を論じ生死の哲学を語っても、心の底で人事であっては何にもなりません。ある医師は自分の子供を亡くして初めて命とは何かを思い知らされたと書いています。患者の病気を治すたびに医師としての誇りに酔っていたが、自分の子供が死んで初めて患者の死を考えるようになり、他人の死から自分の死として考えるようになったとは、罪深さに自分を失いたいと思いましたと。遠藤、胸をえぐられる告白ですね。池田、かけがえのない人を失った。その体験が人を人生の深い次元へと進ませる。この座談会の序論でも紹介しましたが、戸田先生は入信以前、お嬢様を亡くされた時の深い悲しみを語っておられた。冷たい意外を一晩泣きながら抱いて寝たと言われていた。私はその時ぐらい世の中に悲しいことはなかったのです。そこでもし自分の妻が死んだらと私は泣きました。その妻も死にました。もし母親が死んだらと思いました。それは私としても母親が恋しいです。今度はもう一歩突っ込んで、僕自身が死んだらどうしようと考えたら、私は体が震えてしまいました。そして牢に入って少しばかりの経典を読ませてもらって、ああよくわかりましたと解決したのですが、死の問題は20何年間かかりました。子供を亡くして泣き過ごすと、妻の死も自分自身の死も怖かった。これがようやく解決できたればこそ、戸田は創価学会の会長になったのでありますと。死が恐ろしい。人間である以上当たり前のことです。戸田先生でさえ死を眼前にしてこのような苦闘をされている。死など恐れない。命など惜しくない。苦闘もなく初めからそんな境外になれるはずがない。死は誰もが怖い。誰もが悲しい。当然です。その苦しみ、悲しみに打ち勝っていこうとするから人間として深まるのです。他の人々と同苦する心もできていくのです。遠藤、よくわかります。私自身がそうでした。12年前、1985年、4歳の長男が突然亡くなりました。気管支肺炎でした。
その時は悲しみをこらえるのが精一杯で、頭の中が真っ白という状態でした。しかし池田先生をはじめ同志の皆さんの再三にわたる励ましで、真正面から息子の死という現実に立ち向かえるようになりました。どれほどありがたかったか、感謝してもしきれません。それからというもの、先生の必ず意味があるよとの一言を胸に、真剣に題目を唱えました。御書を紐解き、先生の指導を貪るように学びました。一つ一つが新鮮でした。一つ一つが感動でした。命が現れるような思いでした。子供の死という試練がなければ、信心の深い確信もつかめなかったでしょうし、人の真心も人生の深さもわからない浅はかな自分になっていたなとつくづく実感しています。また子供はもう再び生まれてきていることを自分としては確信しています。池田、私もそう思う。不死一体です。遠藤君がこうして法華経を語り、永遠の生命を語り、たくさんの人々に希望を送っている。その姿の中に息子さんの命は一体で生きている。生の姿であれ、死の姿であれ、不死一体の功徳を受け切って楽しんでいるよ。遠藤、はい、ありがとうございます。こうやって赤裸々に遠藤さんが、センシティブなところですけども、心開いて話してくれるっていうところで、法華経の理解が深まっていくんですよ。ありがたいことです。遠藤さんに対して、はい、この今の池田先生のね励ましについては今のところはまだピンとこないと思いますけども、この子についての話がこれから進んでいきますから、今までとはね、ちょっと毛色の違うような感じの内容でございます。これが次郎本でございますからね。なかなかパンチのあるそうですね。無理をしない程度にね、ぼちぼちで学んでいく中で、だから学んでいくことが大事なんですね。そうですね。ディープだけども確実にみんなが体験するすごく大事なところなんで、ここは本当心してやらんといかんですね。そうですね。それに一回生命論、虎先生の生命論の時に、ここのところは読んだかと思うんですけど、また入ってき方が違うんじゃないですか。そうですね。確かにそうかもしれない。だから日常チャンネルの千田さんも言ってたけど、何回学んだってええんだと。言ってましたね。同じところを読んだはずなのに感覚が違うっていう感じがたくさんあるんだよ、この仏法の学んでいくと。だから1回目は軽く読むでもいいですし、でこれ何週かしていく中でどんどん中入ってくるっていうか、いう世界なんでね、仏法はね。何回学んだっていいんだ。あれカードにして全国に配ればいい先生の言葉も大事だけど、あれわりかしすごいパワーワードだと思うけどな、と思いますが、千田さんどうでしょう。千田さんも池田先生が言われてることを言ってるんだけど、でも自分の中で落とし込んで言ってる。令和版本当カードにして配ってよっていうね。千田フィギュアも頼むよっつってね。アクスタとかね。千田アクスタそれぐらいちょっとキャラ確立していかんといかんわ。入会しなくても応援したい人がいます、千田君も。応援させてください。なんだこれ。一旦この辺で。はい。お疲れ。はい、おつもと。